はい、今回はですね、アイゾトープニュートロン3を解説していきます。このニュートロンシリーズ、トラックのサウンドを整える EQ、コンプ、ゲートなどがですね、一つに収められたチャンネルストリッププラグインとなっています。製品最大の特徴は、これらプラグインの処理。これをですね、人工知能が行ってくれるという点です。今回、ニュートロンバージョン3の目玉の機能として、こちらミックスアシスタントが追加されています。トラックに合わせた最適なエフェクト設定を提案してくれるトラックエンハンス。各トラックのボリュームを自動的に調整、最適化してくれるバランス。これは楽曲を1回再生するだけで完了します。ここではこのミックスアシスタントを中心に進化したニュートロン3を確認していきましょう。解説に入る前に一つ注意点があります。ニュートロンシリーズはアドバンスド、スタンダード、エレメンツが用意されていますが、このボリュームバランス機能を使用できるのはアドバンスドのみになっている点にご注意ください。現在このようにミックスを行うためにただオーディオファイルを読み込んだだけの状態となります。よってボリュームバランス全然取れていない状態です。この素材に対してミックスアシスタントを入れていきます。まず使用している全トラックに対してインサートエフェクトの一番上、ニュートロンに付属するプラグイン、リレーを挿入します。キューベースの場合、この入力と出力、ステレオアウトですね。これを除いた全トラックをシフトで選択して、この Q リンクを入れます。この状態でプラグインを適用すると、全トラック一斉にプラグインを適用することができます。このようにですね、トラック分のリレーが立ち上がりますが、この表示は全て消してしまって大丈夫です。終わりましたらこの Q リンク外します。現在、オーディオが主となっていますが、このようにソフトシンセのトラックにも適用が可能です。これからのボリューム調整が最良の結果になるための注意点、4つあります。まず1つ目、同じトラックに対してこのように複数のリレーを立ち上げないこと。適用するのは1トラックに対して必ず1つのリレーです。2つ目、ダウ側のフェーダー、パンは初期状態0デシベルにして動かさないこと。3つ目、現在このベースをこのようにグループ化してベースオールというトラックにまとめています。こういった場合、3つのトラックにリレーを適用すると、ベース全体のボリューム、そして個々のボリュームが重複して送られてしまいますので、この場合、グループチャンネルのリレーを外すか、各トラックのリレーを外して、まとめたトラックに対してリレーを適用するという点。そして最後、4つ目。現在このボーカルトラックに対して、センドでリバーブを適用しています。このように、センドリターンを行っているエフェクトトラックに対しては、リレーを外しておくという点に注意が必要です。これで下準備終わりましたので、ニュートロンを適用していきます。マスタートラックのインサートにニュートロン3を適用します。冒頭でもご覧いただきましたが、こちらミックスアシスタントを押します。今回バランスを取りたいので、バランスを選択します。その後に NEXT を押します。各トラックにリレーが入っているか、フェーダーはデフォルトの状態かと、この点を確認して Go It を押します。そうしますと今リレーが適用されている全トラックが表示されます。一番上はステレオアウトになっていますので、チェックが外れていて大丈夫です。もしこのボリューム調整に特定のトラックを含みたくないといった場合は、リレーを立ち上げない、もしくはこのチェックを外しておくという形になります。そしてこのフォーカス、楽曲の中でも肝となる重要なトラックを一つ以上選択しておく必要があります。ここではシンセサイザー、ソーのメインコードを選択しておきます。フォーカスを入れますと次に進むことができます。この Begin Listening をクリックします。このように待機状態になりますので、頭からお尻まで楽曲を再生します。再生している際はですね、ボリュームをいじったり、エフェクトを適用したりなど、設定を変えずにそのまま再生するというのがポイントです。このようにトラックの解析が始まります。再生が終わりましたら DAW を停止して GoTo Results を押します。この段階で解析が終わりまして、各トラックのボリューム調整が行われました。再生して確認してみましょう。バイパスで適用前、適用後。楽曲全体のトータルボリュームを最適になるように自動的に調整が行われます。このような形で一瞬でこのクオリティまで持っていくことができます。結果からこのようにフェーダーを動かすことで、さらに好みの状態を作り出すことができます。プロジェクト上の各トラックは自動的にですね、ボイス、そして低域の楽器、リズム系、パーカッション、そしてコード楽器などに分類されます。
フォーカスは先ほど指定したシンセサイザーを単体でコントロールすることができます。またフェーダーをダブルクリックすることで解析が終わった初期段階に戻すことができます。またこのエディットボタンをクリックしますと、各トラックがどのタイプに分類されているかを確認できます。このように確認していきまして、例えばこちら、ハイハットとシンバルがミュージカルに分類されています。こういった場合ですね、このようにカテゴリーを指定し直すことで、さらに調整の精度を上げることが可能です。好みの状態ができましたら、こちらアクセプトを押すと、この結果が固定されます。その前にもう一つ紹介したいのが、このバランスコントロールとニュートロンに付属するビジュアルミキサー3との連携です。同じくマスタートラック、ニュートロンの下にビジュアルミキサー3を立ち上げます。このようにリレーを立ち上げたトラックが全て表示され、このマトリックス上に配置されています。この縦がボリュームになっていまして、上に行けば行くほどボリュームが高い。このボリュームの結果がすでに反映されている状態です。例えばこちらバイパスしますと初期状態に戻るという感じですね。このビジュアルミキサー便利な点として、この設定の状態を瞬時に呼び出すことができます。現在の状態をこのプラスで保存しておきます。一度ですね、バイパスした状態も保存しておきます。そうしますと、このように適用前と適用後を簡単に切り替えることができます。この段階でアクセプトを押せば、もちろんニュートロン上でイコライザーやコンプレッサーなどの適用も行えます。このビジュアルミキサー、非常に直感的に使用できまして、エディットしたいトラックをリストからクリックします。あとは上下で、ボリューム、左右でパンをコントロールできるほか、左右のこのアイコンですね。ここを左右にドラッグすると、サウンドの広がりをコントロールすることもできます。このあたりで目的のトラックをですね、次々に調整していくといった使い方もおすすめです。先ほどの状態に戻りたいとなりましたら、こちらがバイパスの状態、そしてボリュームを整えた状態、それぞれを切り替えて比較しながらミキシングが行います。またこの状態まで来れば、各トラックのフェーダー、パン、そしてインサートエフェクト、これらも自由に変更が可能です。ミキシングを始める下準備をすぐに整えることができます。以上が新機能、ボリュームのコントロールです。それではもう一つのトラックアシスタント、トラックエンハンスも見ていきます。これは個々のトラック、リレーの後ろに適用します。このようにニュートロン3を立ち上げます。立ち上がりましたらミックスアシスタントをクリックします。今回トラックエンハンスですので、これを選択して NEXT を押します。ここからトラックのタイプを選択します。今はボイス系のボーカルを選択します。スタイルからはサウンドのキャラクター、温かい感じ、均整の取れた感じ、前に来る感じ。今回は温かみのある感じ、選択します。インテンシティは各エフェクトのかかり具合です。ここでは中くらいのミディアムを選択します。これらを選択した後、NEXT を押します。このように待機状態となりますので、あとは DAW を再生します。このように解析が始まりまして、エフェクトが適用されていきます。すべて終わりましたら、アクセプトを押します。サウンドを確認します。まずは適用前。次に適用後。このような形でかなりの精度でエフェクトの適用が行われます。もちろんこのあたり聞きながら個々に微調整を行うこともできます。そしてですね、ここで気になるのがニュートロン2との比較ですね。ニュートロン2ではトラックアシスタントがその機能に該当します。同じ傾向にしてみましょう。NEXT を押して再生します。この際ニュートロン3を外しておきます。この状態で比較してみましょう。まずはニュートロン2。そしてニュートロン3。このように比較してみると、ニュートロン3になって、これら設定、かなり向上しているのがお分かりいただけたかと思います。はい、といった形で、アイゾトープ、ニュートロン3の解説を行ってきました。精度、処理が向上したトラックエンハンス、そして新たに追加されたボリュームのバランスコントロール。ぜひこのあたりの威力、体験していただけたらと思います。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。今回もご視聴いただき、ありがとうございました。